はい、今日はですね、自律神経失調症の方の身体特徴から見えてくる自律神経失調症の原因についてお話ししたいと思っております。多くの方に認知されていない意外な自律神経失調症の根本原因は脳の血流障害と呼吸の乱れです。そしてその背景にあるのは左半身と首筋の深層筋肉の異常な硬直にあります。動画の最後には日々の意識的な生活習慣を変えることで硬直した体と心を緩め自律神経失調症を改善させるための極めて重要なお話をさせていただきますので、ぜひ最後までご覧ください。まずは自律神経失調症の方の身体特徴を見ていきますと、上半身の硬直、特に左半身と首筋の異常な硬直が目につきます。左半身にある臓器は胃や心臓ですが、この胃や心臓の周辺が異常に硬直していることが施術経験により分かっています。他には首筋全体がひどく硬直していることが特徴です。胃と心臓の周辺と首筋全体の3箇所が明らかに突出して硬直しています。実はこの部位の硬直が自律神経失調症の要因となり、脳の血流障害と呼吸の乱れの根本原因を作っています。まずは左半身に位置する胃の裏側の筋肉の硬直によりどのような影響があるのかという話を始めたいと思います。さらになぜ胃の裏側が硬直してしまうのかという話も合わせてお話をさせていただきます。それでは胃の裏の筋肉が硬くなることによりどのような影響があるのか、結論から先にお話ししますと、呼吸が浅くなってしまうということです。胃の裏が硬直すると横隔膜が自由に動かなくなります。横隔膜が動きづらくなることにより呼吸が浅くなります。呼吸が浅くなると脳への酸素量が不足し、自律神経の働きが低下します。なぜ横隔膜が動きづらくなると呼吸が浅くなるのかと申しますと、横隔膜と肺の動きは常に連動して動いているからです。こちらのイラストをご覧いただければお分かりいただけるかと思いますが、横隔膜が下に下がることにより肺は膨らみ、横隔膜が上に上がることにより肺は縮みます。呼吸が浅くなる流れを分かりやすくお話ししますと、胃の裏が硬直するということにより横隔膜が上下に運動できなくなる。その結果で肺が膨らみづらく、あるいは縮みにくくなり、酸素を肺に取り入れづらくなるということになります。ここで重要なことは酸素を取り入れづらくなるということです。この酸素を取り入れづらくなるというとどのようなことが起きるのかと申しますと、脳への酸素量も不足してしまいます。脳への酸素量が不足すると脳は本来の機能を十分に発揮できなくなってしまいます。自律神経の大元である脳に酸素が不足することを言い換えると、脳のエネルギーの供給が不足し、脳は正常な働きができなくなってしまうということになります。この状態がいわゆる自律神経失調症というわけです。脳の酸素不足だけが自律神経失調症の原因ではなく、他にも原因がございますので、それに関しては後ほどお伝えさせていただきます。自律神経と呼吸の関係性を分かりやすく具体例を挙げると、人は緊張した時に緊張を和らげるためにひとまず深呼吸を行います。深呼吸をすると脳はリラックスし、正常な精神状態を取り戻しやすくなります。あらゆるスポーツ選手などがここぞという時に深呼吸を行って競技に向かうということは皆さんもよく目にすることかと思いますし、ご自身の体験と照らし合わせてもご理解いただけるのではないかなというふうに思います。自律神経失調症の方の呼吸は著しく浅く、しかも24時間365日常にそのような状態にあります。当院に来店される方の半数ぐらいの方は呼吸が浅くなっている、もしくは呼吸が苦しいと自覚しています。あとの半数の方は
質問をすると初めて呼吸が浅いような気がするという言葉が返ってきます。呼吸が浅くなっているかどうかはご自身の精神状態がどのような状態にあるのかということである程度認識することができます。脳にしっかりと酸素が行き届いていればリラックス感を感じるべき時に安らぎを感じたりゆったりと穏やかな気持ちになり心に余裕が生まれます。逆に酸素不足になると緊張しやすくイライラ感やそわそわ感があり落ち着かない感覚があります。多くの自律神経失調症の方はこのような精神状態に悩まされています。また脳が酸素不足になることで同じようなことを繰り返し考えてぐるぐる思考に陥ることもあります。考えても出口のないようなことを考えやめようと思ってもいつの間にかぐるぐる思考になっていることがあります。それから胃の裏の筋肉の硬直により起こることは呼吸が浅くなるということだけではありません。まだまだ他にもたくさんあります。胃の裏が硬直することにより心臓から流れ出る血流が著しく低下するために胃腸に関するトラブルが起こりやすくなります。胃や腸が働くためのエネルギーが不足してしまうからです。常に吐き気を感じる、胃や腸が重たい感じがする、食べても太れない、少しの量でお腹がいっぱいになってしまう、強い口臭がする、お腹が痛くなる、過敏性腸症候群、逆流性食道炎など胃腸に関するトラブルが起きやすくなります。これらの症状はすべて胃腸に流れる血流不足により起こります。胃の裏が緩み胃や腸に血液が流れるようになると胃腸の働きは活発になり先ほど挙げた症状が改善していくことが施術経験から明らかになっています。また胃腸が働かなくなると手足が冷えてきます。なぜそのようになるのかと申しますと、体は生命維持に重要な脳や内臓を優先して温めようとします。その結果末端の血流が制限され手足が冷えやすくなります。実際施術中に胃の裏が緩み胃腸の働きが活発化すると手足があったかくなるという現象はよく起こることです。さらに手足の冷えだけではなく全身への血流も悪くなり肩こりや首こり、腰痛などの痛みを感じやすくなります。胃の裏が硬直することにより身体的な不調が起こることをお話ししてきましたが、それだけではなく胃の裏側の硬直による腸への血流障害は精神状態を不安定にさせます。これは気分や精神の安定に深く関わる神経伝達物質のセロトニンの約 90% が腸で作られていることがその理由です。腸の血流障害により腸内環境が悪化するとこのセロトニンの生成に悪影響が出ることが分かっていて、その結果不安感、気分の落ち込み、うつ状態、睡眠障害などが現れやすくなります。また腸内環境の悪化により炎症性物質や本来体内に吸収されるべきではない有害物質が血流を通じて脳に運ばれ脳内で軽度の炎症を引き起こす可能性があります。これが不安や抑うつなどの精神症状につながると言われております。このように胃の裏の硬直は身体的なトラブルだけではなく精神的な不安定感を生み出してしまいます。逆に胃腸に流れる血流を良くすることであらゆる症状が改善されていきます。当院では胃腸の働きを改善させることが自律神経失調症を改善させる上で最も重要だと考えています。次に左半身の胸部に位置する心臓周辺の筋肉の硬直によりどのような症状が起こるのかというお話をさせていただきたいと思います。心臓周辺の筋肉の硬直により肩甲骨周りや肺の周りの筋肉も硬直します。まず自律神経に影響を与えるのは心臓周辺の硬直により肺の周りの筋肉も硬直することから呼吸にも大きく影響を与えます。肺の周辺の筋肉の硬直により肺が膨らもうとしても硬直した筋肉に肺が押さえつけられて肺が十分に広がらず呼吸が著しく浅くなります。呼吸が浅くなる原因は
前にも挙げたように胃の裏の筋肉の硬直により横隔膜が動きづらくなることによるものと、肺の周辺の筋肉の硬直によるものの2つの原因があります。多くの場合はそのいずれにも原因がある場合が多く見られます。心臓周辺の筋肉が硬くなることにより起こる症状は呼吸が浅くなるだけではありません。一番当院に来店される患者さんで心臓周辺の筋肉が硬直することにより挙げられる症状は不整脈になります。不整脈は心臓そのものの機能的な問題を抱えている場合がありますが、当院に来店される方全員が心臓周辺の筋肉の硬直によるものでした。なぜそのようなことが言えるのかと申しますと、全員心臓周辺の筋肉を緩めることにより不整脈が収まってしまうという経験があるからです。不整脈で悩んでいる方でこのような事実を知っている方はほとんどいないと思います。このような事実を理解することができたのはある患者さんの一言によるものです。その方は不整脈がありましたが施術中にも起こりました。そして先生、背中が凝ってくると不整脈が出るような気がするんですという言葉でした。その言葉を受けて、それでは背中の筋肉を緩めてみましょうということで背中の筋肉を緩めようとしたところ、心臓の裏側の筋肉が盛り上がり強いこりを形成していました。そしてそのこりを緩めたところ、その場で不整脈が収まってしまったのです。この経験が生かされて現在当院では不整脈の改善のための施術を行っております。おかげさまで背中の筋肉を緩めることで不整脈が改善されないということはほとんど記憶にありません。他にも心臓周辺の筋肉の硬直により起こる症状は心臓神経症というものです。心臓神経症とは実際には心臓に気質的な異常がないにもかかわらず動悸や胸の痛み、息苦しさなどの症状が現れる状態を言います。この心臓神経症も心臓周辺の筋肉の硬直が原因で緩めると症状は自然と収まっていきます。さらに心臓周辺の筋肉の硬直は漠然とした不安感を生み出します。不安感を感じると動悸が生まれ、胸の圧迫感や痛み、息苦しさを感じるようになりますが、心臓周辺の筋肉が緩むに従いこれらの症状も消えてなくなります。以上お話しさせていただきましたように、左半身の胃の裏と心臓裏が硬くなることによりさまざまな症状が出てきますが、それではどのような理由で胃の裏と心臓裏が硬くなってしまったのかと申しますと、そのほとんどがストレスによるものだと思っております。幼少期から現在の年齢に至るまでに誰しも多くのストレスを受けてしまいます。このストレスを受けた時に対する体の反応は筋肉に力を入れ呼吸を浅くすることです。そうすることにより精神的な不快感が感じにくくなるからです。想像していただければお分かりかと思いますが、楽しい時やワクワクしている時、幸福感を感じている時には筋肉が緩み呼吸は深くなります。より快感を感じたい場合には思いっきり深い呼吸をすることで脳に快感物質を送ることができます。逆に不愉快な感覚や不安、痛みや辛さ、不幸なことがあると筋肉は硬直し呼吸が浅くなります。筋肉を緩め呼吸を深くするとより強い感情を感じ、逆に筋肉に力を入れ呼吸を浅くすると感情を感じにくくなるためです。このような無意識的な反応を子どもの頃から現在の年齢に至るまでに繰り返し行っています。このような反応が一時的なものの場合にはさほど問題は起きないのですが、このようなストレスにさらされている時間が持続的に行われた場合は深刻な問題を体に残します。これまで呼吸が浅くなることにより自律神経が乱れるという説明をさせていただきましたが、ここからは具体的にどのように自律神経に影響を与えているのかというお話をさせていただきます。自律神経は
ダイレクトに呼吸の影響を受け、深呼吸をするだけで思考がクリアになり、精神状態が落ち着く、疲労感が軽減するといった効果があります。これは脳への酸素量が満たされた状態になった時に起こります。脳への酸素量を常に維持しようとするようにするためには、しっかりとした呼吸を行う必要があります。そのためには深い呼吸ができなくなってしまっている原因である胃の裏の硬直を緩めることと、心臓の周辺の筋肉による肺の圧迫を緩める必要があります。注目していただきたいのは、呼吸は生まれてから死ぬまで24時間365日無意識に行われているという事実です。この呼吸が常に浅いということは、どれほど生きることのパフォーマンスを落としているのかということを認識する必要があると思います。人間の脳は体全体の酸素消費量の約 20% を占めると言われています。これは体重に対する割合で考えると非常に大きく、成人の脳は体重の 2% しかありませんので、いかに脳は酸素を大量に消費しているかということがご理解いただけるかと思います。自律神経の主な中枢は視床下部や脳幹にありますが、これらの中枢への酸素不足により自律神経が正常に働かなくなるということは当然のことだと思います。視床下部や脳幹は酸素に非常に敏感で、酸素不足になると危機的な状況だと判断し、交感神経が優位な状態になります。呼吸が浅い方は常に交感神経が優位な状態になり、不安や緊張感が強く、怒りっぽく、イライラ感や焦り、落ち着かないといった精神状態になります。自律神経失調症の多くの方が不眠で悩んでいますが、これは呼吸が浅く、常に交感神経が働いていることが大きな要因となっています。自律神経失調症の原因は、これまでお話ししてきた呼吸が浅くなっていることだけではなく、首筋の硬直も大きな原因となっています。この首筋が硬直することにより、頭部へ流れようとする血流が悪くなります。心臓から送られてくる血液が首筋の硬直により血管が細くなり、頭部への血流量が不足してしまいます。そうすると呼吸が深くできたとしても、新鮮な酸素を取り入れた血液も首筋の硬直によりしっかりと脳へ届けることができなくなってしまいます。頭部へ流れる血液は首筋にある血管を必ず通らなければならないという事実がありますので、首筋の筋肉が硬くなることにより、その血管も細くなるわけですから、当然脳への血流量も減少し、自律神経がしっかりと仕事をするための十分量が不足してしまいます。首筋の硬直により自律神経のバランスが乱れることはもちろんのこと、頭部への血流障害によりさまざまな障害が出てきます。めまい、耳鳴り、鼻詰まり、頭痛などがありますが、これらの症状は全て血流障害によるもので、その器官そのものに問題があるのではなく、その器官に至るまでに流れる血流が不足し、結果としてその器官にまつわる何らかの障害が出てきます。例えば鼻詰まりは鼻という器官に問題があると考えがちですが、実際には首筋の硬直により鼻周辺へ流れる血流障害で、鼻腔内が炎症を起こして鼻腔が塞がり、鼻詰まりという現象を起こしてしまいます。鼻詰まりの方や後鼻肋、上咽頭が炎症を起こしている方も、首筋のあるポイントがひどく硬直しているという明らかな様子が見られます。このように呼吸以外にも首筋の硬直による頭部への血流障害が自律神経に大きく関わっているということを知る必要があります。また首筋の前面が硬直することで喉の詰まり感を感じるようになります。喉の詰まり感や圧迫感のある方は、首筋の前面が硬くなり、食道を硬直した筋肉で圧迫しています。これは精神的な問題ではなく、物理的な原因で起こります。喉の詰まり感があると、多くの方は半下香木湯という漢方を服
服用されていますが、この物理的な筋肉の硬直による喉の圧迫感は漢方薬を服用しても解決することはありません。他には喉の前面が硬くなることにより手の先がしびれるようになります。これは首から腕にかけて太い神経が流れていますが、この首筋の前面に老廃物が蓄積してくると神経の流れが悪くなることで手先のしびれや手足の冷えの原因になっています。はい、これまでお話しさせていただいたことを一言で言うと、自律神経失調症の原因は筋肉の硬直だということが言えます。もっと簡単に言えば、筋肉を緩めれば自律神経失調症は良くなるということです。ここからは筋肉の硬直を緩める方法になりますが、症状があまりにも強い場合には効果は限定的になるという前提でお話をさせていただきます。今日は以前からお伝えしているようなメソッドとは違って、体の力を常に抜くことにより根本的に筋肉を緩める方法をお伝えさせていただきます。なぜ普段から体の力を抜くことが重要なことなのかということを感じた理由をお話しさせていただきます。当院に来店されている患者さんの例になりますが、施術後は筋肉は緩んだ状態になるのですが、1週間後に来店した時には必ず元の状態に戻っているような状態でした。以前からこのお客様に感じていたことではありますが、普段から精神的に緊張をして特にストレスを受けた際に体に力が入りやすいという印象を受けました。人はストレスを受けると無意識に体をこわばらせて呼吸を浅くします。なぜそのようなことが起こるのかと申しますと、筋肉に力を入れて呼吸を止めることにより不快な感覚を感じにくくなるからです。このような状態が短時間であれば問題はないのですが、普段からこのような癖がついてしまっている方は無意識に体をこわばらせて呼吸を浅くしています。このような状態を続けると、いくら施術で筋肉を緩めても数日で元の状態に戻ってしまいます。この無意識の反応をやめることにより、施術の効果だけではなくセルフで行うヨガやストレッチなどの効果が積み重なり、症状の改善へと向かいます。逆を言えば、普段から無意識に筋肉に力を入れている癖がついていたとしたら、どれだけ治療やセルフストレッチなどで筋肉を緩めたとしてもすぐに元に戻ってしまいます。このような経験がある方は日常生活での意識を変える必要があります。それではこのように無意識に行われている反応を改善させるためにはどのようにすればよいのかと申しますと、無意識の意識化です。例えば緊張した時に肩や首に力が入ってしまっていると感じた時点で筋肉を緩めることです。この地道な作業を常に意識して行います。そうすることで無意識に行われていたことが意識化されます。そして力を抜くということが習慣化され、無意識化でも力を緩めることができるようになります。力が入っていることに気づいてもどうやって筋肉を緩めたらいいのかわからないという方は、一度力が入っている部位にあえて力を強く入れてからストンと力を抜くことで簡単になるかと思います。この作業は起きている間常に意識する必要があります。そして少なくとも3週間ぐらいは継続する必要があります。人により効果は様々ですが、先ほどお話ししましたお客様はこの作業を徹底的に行うことで筋肉の状態に明らかな変化をもたらし、こわばった筋肉からゆったりとした筋肉に変化し、表情も柔らかく穏やかになり、聞きづらかった声も明瞭に聞き取れるようになっていました。このように様々なメソッドを行ったり施術を受けたりすることも重要ですが、常日頃筋肉に負荷をかけないという意識を持ち、無意識下でも行えるようにすることも重要なことだと認識していただければと思っています。はい、今日はこれまでとさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。